雑談です。豆柴です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々は私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと言いながら、ほぼテレビの話しかしておりませんけども、昨日は何をしていたかと言いますと、何をしてたんだろうな。家で作業を粛々としておりまして、ついでにというね、合間であれですよ、近田春夫さんのね本、調子悪くて当たり前近田春夫自伝を読み終わりまして、これほんとね非常に面白かった。イベントで朝やんでね語られていることは、この本の本当にねどれぐらいだろうな、5分の1ぐらいですよ。本当に面白いです。いやー、やっぱ何が面白いかってね、こう常にこうふざけてるというかね、もうそれに尽きるんですよね。僕ふざけた人大好きなんで、いや本当に面白いね。鉄の意志でもってふざけるっていうね。だからなんだろうな、格好つけてないところがかっこいいとかいう感じというか、なんて言うんだろうな、本当にただただね、こう今までやってきた数々の功績があるのをね、何らひけらかすこともなくね、それをこう鼻にかけるわけでもなく、当たり前のように振る舞ってるっていうのは本当にかっこいいですよね。それも全部こう、なんていうんですかね、こうふざけたというかね、位置でこうやってのけてしまっているっていうのは本当にかっこいいですね。いろいろ付箋を貼り付けたんで、どれか一つ読んでみますかね。そうだ、一番最後に書いてるのがこれにつきますねっていうのはあるんですけども、こうあえて上からそうですね、ここから読みますか。てなわけで、そういったことも含め読者にとってこの本の読みどころはどこにあるのか、どこなのか、何なのかね、あえて上から目線で申せば、それは結局私というものを通じてこの国の音楽、芸能のシーンを袖で見る醍醐味を味わうことができる、これに尽きると私は思っている。袖とは舞台の脇のことを指す。これなんていうの、不調で、この場所に立ち入ることは関係者にしか許されない、要するに特権である。オールエリア OK のパスを持つか、あるいは顔パスが効かないと、それは叶わぬ行為なのである。その資格を得る、そのために私はずっと業界で音楽をやってきたとまでは言わないが、そう言ってもいいぐらいの VIP 席に陣取ることを無類の喜びとして生きてきたと思うね。これイベントでも語ってましたけどね、本当にこうステージをこの袖から見ていたとかね、時場所にいたっていうことがしたくてね、なんでそれ頑張っていると。いや本当に面白いですね。あとは本当にこれでいいのだでもね、赤塚不二夫さんのこれでいいのだにも通じるような、調子悪くて当たり前ね、これですね。こうだからなんていうんですかね、こうデフォルトの値を上げていないところがかっこいいですよね。調子悪くて当たり前なんだからっていう姿勢がかっこいいですね。というような本を読んでおりました。非常に面白かったので、ぜひね、もう本当にあっという間に読み終えてしまいました。こんなにね、分厚かったのですが、あとね、久しぶりに靴を買いにね、行ってましたね。なんか気に入るのがあればいいなと思って見てたんですけども、その近田さんのイベントの中でね、ちょくちょく言葉に出てきた景気がいいじゃないっていう言葉がね、すごくなんかこう元気がもらえるなと思って、じゃあ俺も一つちょっとね、今まで入ったスニーカーが白で普通の
色だったんで、なんか景気のいい色のね、派手なスニーカーでも買いに行こうと思って見に行ったんですが、結局買ったのは紺色で、ね、別に景気のいい色じゃねえなと思いながらも、まあ、金色のラインが入ってたんでね、景気が良くていいんじゃねえかなって靴を買ってみましたと、そんなことをしておりましたが、昨日というか、見ました見ました本当に。どっちから話そうかな。まあ、あれだな。星野源さんの、結婚のニュースには驚きましたが、そうだ、ついでに、先にそっちの話を しようかな。星野源さんと新垣結衣さんね、カッキーさんが結婚発表されて、こうなんかすごくめでたいな、火の打ちどころがないなと思って、5時に夢中を見てた柿原隆さんって、今5時に夢中の司会をしてる柿原さんがね、ガッキーさんがとなんか共演する機会があって、新垣さんは沖縄出身なんで、じゃあケンタッキー喜ぶだろうと思って差し入れしたらさほど喜ばれなかったっていう話をしてたのが、昨日の結婚発表を見てね、一番面白かったニュースはそれでした。あとね、さっきというかな、有吉の壁をちらっと見ていて、有吉の壁のことを話そうかなと思って見てたんですが、よく考えて、そういや有吉くんもこの間結婚したよなーってね、有吉さんも結婚して、夏目みくさんとね、それも本当にこう誰もこう文句のつけようがないようなベストカップルというかね、でじゃないですか。で、有吉くんと夏目みくさんがあって、星野源さんと新垣結衣さんの結婚があって、これ次結婚発表する芸能人っていうか、すごいプレッシャーじゃないですかね。こんなもう火の打ちどころのないベストカップルが続いてるわけですよ。ってなったら、これね、誰が残っているって言い方もね、結婚が全てそれがゴールなわけじゃないんであれですけども、プレッシャーに感じている人もいるんじゃないですかね、なんてことを思っておりましたが、見ました。有吉の壁は置いといて、やっぱりね、一応見たんですよね。聞かさぬ恋には理由があって、評判がよろしくないでしょ。だからだったらそれ見るしかねえだろうとね、もう歯を食いしばって見てるんですよ。我慢してはじゃないですけど見てるんですが、これちょっとね、新たな展開がありましてね、今までずっともう川口春奈さんと横浜流星さんがね、もうくっつきそうでっていうか、もうお前ら二人やってるだろうというような描写しかないのに、なんかやってないような素振りをしてね、デートがしたいみたいな感じで誘っとるわけですよ。いやお前ら絶対やってるだろうっていうような感じなんですけど、なんかやってないよみたいな感じでね、初々しくデートに出かけたり、なんか犬の散歩なんかしちゃったりなんかしちゃってるわけですよね。でそこにですよ、ね、またクロスプレイみたいなことをしながらね、キスをなんかしちゃったりなんかしちゃって、いやお前らもっとそれ以上のことしてんだろうと思いながらね、イチャイチャしとるんですが、今回の話のメインはなんかあれですわ、丸山くんにストーキングしてるカウンセラーのね、ストーキングされてる人が出てきてみたいな話がメインなんですが、そのわけでね、お前らやってるだろみたいな話がずんと進んでいってるところで、一回エンディングロールが流れて、パッと開けた瞬間に出ました。向井理さんがね、出てくるわけですよ。その前に謎の荷物が届くっていう振りはあったんですが、そこに向井理さんが帰ってきて、川口春奈さんは実はその元社長ね、向井理さんがのことが大好きでね、ずっとその恋心を抱いたまま会えなくて、で横浜流星さんがこうやってアプローチしてくるもんだから、ちょっとそっちに流れていってたところに向井理さんを発見してね、また以前の気持ちが蘇るってたところで第4話は終わって第5話は終わってしまうんですよ。でこれ
6話の予告がね、もうだから横浜流星君は散々こうちょっかいを出してね、横浜流星君も元カノのことがちょっと引っかかっててみたいなとこがあって、最初はね、こいつこの色男この野郎いろんな女に手を出しやがってみたいな感じだったんですが、いや実のところこの予告から6話の予告を見るあたり、実は横浜流星君はすごく純粋で、なんとその川口春奈さんがまだこのくすぶっている前社長への恋心があるからこうがっちり告白ができないみたいな、すごく純粋で真面目でいいやつなわけですよ。ってなったらこの川口春奈のこの振る舞いが、とんでもねえ女だなみたいな感じの予告なんですよ。だから6話が非常に楽しみで、いやいやこの脚本をよくこの川口春奈受けたなっていうぐらいひどい役回りというか、もうひどい女性の役を買って出てるわけですよ。ってなったらこれちょっとね、今までこのちょっと僕は川口春奈を買いかぶりすぎたっていう言い方はおかしいな、なんだろう、こう可愛いからいいなみたいな感じで思ってたんですけど、思ってて、横浜流星がこうイケメンでね、なんだかいげすかない役をやってやがんなと思ってたんですが、いやいや実のところすごくいいやつじゃねえかってなってね、こう正義と悪がこう逆転したみたいなことが6話の予告で起こるわけですよ。これからちょっと非常に楽しみなんで、なんだか数字が悪いみたいなことを言われてますが、これめっちゃくちゃ面白くなってくるんで、来る感じがビンビンするんで、これはちょっと目が離せませんよ。で、その結婚の話に なると、これ今度川口春奈と横浜流星君が結婚なんか発表してみなさいよ、これねえ、もう火の打ちどころないですよ。とは言いながら、この川口春奈さんがプライベートではなかなかのね、噂が転がってるような方なんで、ちょっとね、このきな臭い感じとかいろいろ含めて、ドラマの内容と含めてめちゃくちゃ面白くなってきたんで、これは見るしかないですよ。皆さんぜひね、まだ5話がTVer で見れますから、5話から見ても全然楽しめますよ。あとね、ホームページでじっくりそのあらすじとかね、ちゃんと作られていて相関とか見ればわかりますんで、これちょっとね、聞かざる恋には理由があってががぜん面白くなってきましたね。これは競馬でいうところの差し馬ですよ。だから前半はね、他のドラマに行かせといて、いやいや差し馬どころ追い込み馬かもしれませんよね。ぐいぐいと追い込んできたあたり、これ非常に面白くなってきておりますので、ぜひ皆さんHulu でね全部見れるので、僕は Hulu 入ってないんでね、なんとも言えませんが、TVer でね追っかけて見てみてはいかがでしょうかといったところで、ちょうど時間となりましたということで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ね、鉄の意志でもって砕ける。はい、ありがとうございました。